このサイズのラジコンで超希少なミニクローラ来た。世界中で人気の HB トイズ43分の1ミニクローラーをレビュー&ちっこいビーストに改造用の無料 3D プリントデータも用意。改造から見たい人はチャプターでスキップ。すでにかなりレビューされているので、今回は特に低速での動きをチェック。まずはざっくり開封ですが、なんとこの価格でボディが2個付属。あとは送信機と付属品、説明書という感じ。ボディはジープ風やランクル風などいろいろあり、今回はディフェンダー風ボディ仕様を購入。全体の造形バランスも良く、フロントグリル周辺、リアやサイドの作り込みもよくできていますね。ルーフラッグは別パーツでこれもいい出来ですな。そしてタイヤはスケール感重視の大きすぎないサイズで、ちょっと硬めだがちゃんと中空タイヤになってます。サスペンションのストロークはリアはそこそこに動きますが、フロントは少なめ。ボディの種類によるかもですが、ボンネット裏にダンパー上部が干渉している感じ。そしてスプリングはかなり硬めな印象ですね。裏を見るとギアボックスからプロペラシャフト、前後の車軸につながっていて駆動系もリアル。ちょっと予想外なのがサスペンションで、リンク式かと思ったら車軸と一体の構成なので、サスペンションが横方向にロールしにくい感じ。手でねじると動きますが、車の重さでねじれる硬さではないですね。そしてフロント周りはステアリングロッド、スキットガード風のパーツで押さえるシンプルな作り。説明書は英語と中国語だが、絵を見ればわかる感じ。付属品はタイヤを外すためのレンチと予備のナット入り。地味に重要なのがこの充電ケーブル。実は充電の際 USB コートにケーブルを挿すと、付属の充電ケーブルでも車軸に干渉して斜めになっちゃいます。これは使えるケーブルがかなり限られますな。そして送信機はシンプルで、スロットルとステアリングホイールの操作感はいい感じ。ディスクブレーキがワンポイントでかっこいい。ボタン類はステアリングトリムと速度調整用のノブ、下部分にライトボタンと非常にシンプルで、電池は単3が2本必要ですね。送信機のスイッチオンで接続まで点滅。本体のスイッチオンで接続すると本体、送信機とも点灯。ライトボタンは押すごとに点滅、消灯、点灯の繰り返しです。ステアリングはフルプロポーショナルで細かい操作が可能で、応答性もかなりいい感じですね。切れ角は標準的な範囲ですな。まずは速度調整を最大でテスト。最大だとかなり速度が出そうで、低速での調整は難しそうな感じ。そして速度調整を最小でテスト。クローラーなのでもっと遅い方がいいが、そこそこ低速で動いてくれます。さらになんとアクセルオフで斜面でも滑りにくいドラッグブレーキがついています。ちょっと驚きのサプライズ。これがスイッチオフ状態で減速比が低いので簡単に動きますです。坂道で試すとこんな感じでズルズル動きます。そしてスイッチオン。動画だと分かりにくいですが、ドラッグブレーキが効いて押してもかなり動きにくくなりました。坂道で試すとよほどの勾配でなければほぼ動きませんです。速度調整は最小でもこのくらいの角度なら簡単に登ってくれました。
まずは速度調整を最大で走行するとこんな感じ。なんとバックの後急加速するとウィリーしそうな勢い。低中速でも遊べるが、スロットルを入れすぎるとドカンと加速する。激しいオフロードよりオンロード向けな感じ。そして今回のレビューで重要視している速度調整を最小状態。まずはスロットルトリガーを最小だとこんな感じ。いい感じの遅さになってくれます。さらにスロットルトリガーを最大。個人的には最大でこれくらいの速度なら十分な速さ。さらにクローラー用ブリッジでテスト。今回は低速重視のレビューなので速度調整は最小で、なるべくスロットルトリガーも最小で操作。なんと速度調整が最小でもトルク感はないですが、スロットルが全開でなくても低速で登ってくれます。登ってくれるが、スプリングの硬さなどでとにかくサスペンションが動かないのがちょっと残念。その代わりドラッグブレーキが効いて斜面でズルズル動かないので操作はしやすいです。そして一休みついでに充電。充電はオリジナルアイテムのガチ動きする4中リフト。 USB ケーブルの逃がし穴もあり、このスケールの充電に最適。なんかリフトで整備中みたいな感じでいいですな。気になる人は概要欄をチェック。充電中は左後ろ部分の奥が赤く光ってくれますです。とりあえずテスト走行してみましたが、とにかくサスペンションが硬いのとフロントサスペンションの沈み込みが少ない感じ。あとこの製品はボディが数種類ありますが、他の人のレビューでボディ形状が違ってもフロントサスの沈み込みの少なさの問題はあるようですね。というわけでこの辺りから改造していきましょう。フェーズ1、サスペンションのスプリングを交換。スプリング交換をしたいのでとりあえず分解。ボディはフロント裏側の爪を外すだけで簡単に脱着できます。フロントはスプリング上部のネジを外して、リアのスプリングもちょっと基板が邪魔ですが、基板を外さずに上部ネジを取り外せました。基板を取ってからが一番確実。さらにギアボックス周辺のこのパーツを緩めます。このパーツはフレーム中央の4箇所のネジで固定されてるので、こんな感じで本体とパーツの隙間が空く程度に緩めますです。そうすると前後ともにサスペンション周辺が外れるのでスプリングを外します。ダンパーの軸も車軸と一体なのがちょっと驚き。スプリングの寸法を測ると直径は約 4mm で線径は 0.3mm くらいです。デジタルのギスじゃないので分かりにくい。そんな調子よくこれより柔らかいスプリングを持ってるわけが。なんと持ってるんだな、これが。というわけで直径は約 4mm、線径は 0.1mm 細い、0.2mm で長さは 10mm。実は別企画で読み方が合ってるかわからないが、スニクロ製43分の1ミニクローラーラジコン改造用に購入して持っていました。動画だと分かりにくいですが、ちゃんと線形も細くかなり柔らかいです。というわけで早速取り付け。スプリングの長さはカットや伸ばしたりで調整してます。かなり効果ありでサスペンションが柔らかくなってくれました。フェーズ2、フロントサスの上方向の可動を増やす。やはりボディを外すとボンネット裏が当たらずサスペンションが上方向にかなり動いてくれます。この部分がボンネット裏に当たらないようにするには、ボンネット裏の干渉する場所を削る必要があるがめんどくさい。またはボディを少し上に上げるかだが、ボディ固定用の爪を加工する必要があるが、これもめんどくさい。そこで黒パーツとボディが別成形なので、ボディの隙間に 1mm 程度のプラ板などを挟んで、こんな感じで 1mm 程度上に上げますです。
ボディの分解はサイドミラー、ボンネット裏のネジ、ルーフ裏のネジを取り外して、さらにスペアタイヤも取り外しますです。そしてボディを分解したら、できるだけネジ周辺に1ミリ程度のプラ板などをこんな感じで両面テープで貼り付け、そして再度組み立てます。こんな風にボディとバンパーの隙間、サンルーフなどに段差ができますが、これもボディの種類によりますが、このボディの場合1ミリ程度上げる分にはフェンダー周辺の隙間も気にならず、いい感じじゃないでしょうか。そして取り付け。このミニクローラー、構造がシンプルなので分解と組み立てがかなり楽です。このボディアップのおかげでフロントも少しですが上方向にサスペンションが動いてくれるようになりましたです。というわけで早速成果を確認。確実に上下方向のサスペンションの動きは良くなったが微妙すぎる。やはり前後とも横方向にもっと動いてほしい。フェーズ3、サスペンションをねじれるようにする。指で押すとかなりサスペンションが動きやすくなったのは分かりますが、実際に走らせるといまいちな感じ。ちょっと無理やりねじるが、こんな感じで車の重みで自然に動いてほしい。よくクローラーでタイヤの上に乗せてサスペンションの動きの良さを表現しますが、おお、全く動かない上にめちゃくちゃビヨヨン手元に戻る。このサスペンションの動きの悪さはやはりスプリングだけでなく、この車軸とリンク式風のサスペンションが一体なのと、車軸とダンパーの軸が一体なのが原因っぽいですね。さらにこのサスペンションの付け根部分、動き自体はスムーズですが上下左右に隙間がない感じなので、こんな感じで無理やりねじらなくても動くように、この付け根部分の上下左右に隙間を空けてあげますです。ちょうどこの付け根のパーツは別パーツなので、まずは分解。ここも基板が邪魔ですが、そのままネジを取り外せました。基板を取ってからが一番確実。そして寸法を計測したら当チャンネルでお約束の 3D データを制作して 3D プリント。 3D データは共有サイトからダウンロードできるので、詳細は概要欄をチェック。こんな感じでサポート材を外したら出来上がり。この穴の開いてる方が後ろになります。ノーマル部品と比べて上下左右方向ともにかなり隙が大きくなりましたです。あとは再度取り付け。おお、地面に置いた時点で動きが違う。そして横方向のねじれも手で無理やりねじらなくても自然にロールしてくれます。というわけで早速成果を確認。ついに来たという感じでサスペンションの動きが明らかに違う。フェーズ1から3の相乗効果でやっとサスペンションが動いてくれました。これは嬉しいですな。フェーズ4、タイヤを交換。サスペンションの動きは改善しましたが、実はこの中空タイヤよくできてますが、ちょっと硬くて滑りやすいのもなんとかしたい。そこでおすすめなのが LDAR-C 製 X43 用のスペアタイヤ。このサイズで驚きの柔らかさ。このスペアタイヤはフェーズ1で紹介したイーナの8031は販売終了&別企画で使うので、このラジコンのベース車両の X43 は本体とスペアパーツともにまだ販売中なので、この X43 用のスペアタイヤを使います。実はイーナの8031のホイールを加工すればこのまま使えますが、標準ホイールのようなシンプルでブラックが似合うホイールにしたい。ところが実際に標準ホイールに取り付けると緩くてちゃんと取り付けできませんです。なので
これまた当チャンネルでお約束の 3D データを制作してぴったりなホイールを 3D プリント。 3D データの詳細は概要欄をチェック。こんな感じでサポート材を外して割り取りするだけ。特に裏側はきれいに仕上げておきます。さらにこんな感じで鉛シートを巻いて少しだけ重くしてますです。そして本体に取り付けて完成。標準タイヤと比較すると若干ですが大きい感じ。なんだかかっこよくなった気がしますな。タイヤは一回り大きいですがちょうどフェンダーに当たらずいい感じ。鉛ベートのおかげかわからないが、さらにねじれるようになりました。めちゃくちゃビヨヨーンと元に戻っちゃうのが改造を重ねて完成。そして建材用ポリウレタンパネルを加工して自作したミニクローラー用コースで走行してみましょう。今回は4箇所の改造でかなりサスペンションが動きやすくなりました。かなりの大満足ですな。このくらいの凹凸感なら速度調整用のノブを最小付近で十分に楽しめる感じ。ホワイトボディもついているので塗装するだけでワイルドスピード、アイスブレイクのホブス仕様やジェットブレイクの敵偶仕様っぽくできるのでワイスピ好きにもおすすめ。このスケールで希少なラジコンミニクローラーな上に5000円台で買えるコスパ最強の改造ベースと言っていいんじゃないでしょうか。今後もラジコンなどの動画を増やしていきたいと思いますのでチャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。それでは次回をお楽しみに。